はいどうも、ワンソクチューブです。今回はですね、トヨタの新型ハリアー、ガソリンの、Z ですね、最上級グレード Z、そちらをですね、トヨタモビリティ東京さんに特別にお借りしていますので、試乗インプレッションしたいと思います。それでは、エンジンをかけてみましょう。こちらのスタートボタンをポチッと。そうするとですね、今、ステアリング動いたの分かりますでしょうか？これね、エンジンを切ったら、降りやすいように、ステアリングが上がってくれるという機能もついています。そして、こちら2リッターガソリン NA エンジンなので、エンジン始動しましたが、最初にね、セルのタタタタっていう音がね、回る音がしてから、エンジン回り始めましたが、アイドリング中はですね、非常に静かですね。私、同じね、2リッターガソリンエンジンを積んでいる、プラットフォームも同じの、RAV4GZ パッケージに、ちょっと前まで乗っていましたけれども、それとね、同じはずなんですけれども、ハリアーの方がね、明らかに静かですね。ということで、早速ですね、このシフトを D レンジに入れて、走り始めます。で、ハリアーはですね、電動パーキングブレーキついていますので、D レンジに入れると、サイドブレーキを下ろしたり、足踏みパーキングを解除したりすることなく、そのまま発進することができます。そしてですね、さらにいいのがですね、ブレーキのオートホールドというのがついているので、こちらの、ホールドボタンを1回押しておくと、信号なので停止した際に、電動パーキングブレーキがオートホールドされてですね、停止状態が保持されるという機能も備わっています。私ね、電動パーキングブレーキとブレーキホールドついている車以外買わないぞと決めていますが、ハリアーはその両方ついているので、今回購入に至ったというわけなんですけれどもね。それでは、漕ぎ出してみましょう。アクセルを緩やかに上げていきますが、トルクフル、トルクフル。こちらはですね、ダイレクトシフト CVT という、一足の発進ギアを組み込んだ CVT が採用されています。それもね、RAV4 の2リッターモデルと同じなんですけれども、そのおかげでですね、CVT ってよくね、ラバーバンド感とかって言われるんですけれども、回転だけ先に上がってスピードがね、ついてこないという状況があるんですけれども、このダイレクトシフト CVT がついている、CVT はですね、エンジンの回転数と同じように車速が伸びていく感覚がありますね。ただ、RAV4 よりも少し車重が重いので、重厚な走り味になっていると思います。前に進まないということはないですね。本当に静粛性が高くて、振動騒音が抑えられていて、それで、じっくりと、回転数とともに車速が上がっていくので、重厚感があるっていう言い方がいいと思います。そして今、信号で止まっていますが、ブレーキペダルから足を離していますが、ブレーキホールドがあるので、停止表示がされています。そして再発進するときには、アクセルペダルを踏めば、ブレーキホールドが解除されて、進むことができます。これ本当に便利ですね。トルクフルだなぁ。これ2リッター NA とは思えないですね。2000回転回せば街中のね、運転足りちゃう感じですね。街乗り十分2000回転回したら全部事足りちゃうぐらいトルクフル。これだからね、下手したら2リッターターボよりも回転数低くてトルクを感じることができるかも。これはいいですね。そして一度車速が乗ってしまうと、本当に軽く踏んでるだけでも車速を維持して、さらにぐいぐい加速していくので、本当1100回転とか1200回転ぐらいの回転数でも車速を維持して、1500回転ぐらい回せば、さらにね、そこから加速もできるという感じなのでね、低回転域のトルクがすごく豊かですね、この2リッターエンジン。なんでね、ガソリンでも本当十分かもって思いますね。で、ブレーキも問題なく効きます。ただ、車重が重いので、普通のね、コンパクトカーとかと比べると制動距離がかかるので、その辺はね、ゆとりを持った、ブレーキのタイミングを意識した方がいいと思います。そして、こちらね、めちゃくちゃでかい 12.3 インチの、T コネクトナビついていますけれども、こちら、エージェント機能とかついていると思うので、ちょっと試してみたいと思います。こちらのね、ステアリングの発話ボタンをピッと押すと、ピッとなったらお話しください。イオン北戸田まで行きたい。
イオン北トラをお調べしたところ、1件見つかりました。イオンモール北トラです。こちらでよろしい場合は目的地セットとお話しください。目的地セット。という感じでですね、対話形式のいろいろ操作がナビの目的地とかもできるということで、これもね、なかなかいいかと思います。もちろん、オペレーターサービスとかも優勝オプションにはなりますが、そちらもつけることはできますが、人間のオペレーターとね、わざわざ話すのがちょっと億劫だっていう人は、こちらのエージェントでも結構ね、このように精度高く目的地設定してくれますね。いや、これね、進化を感じますね。今、信号で停止していますけれども、こちらのね、ハリアーの2リッターガソリンモデルにはですね、アイドリングストップ機能が備わっていません。で、私は結構アイドリングストップ好きだったんですけれども、結構ね、世の中の人、アンケート取ったらですね、大多数の人が、アイドリングストップいらないとかね、嫌いっていう人が多かったんですね。なので、いちいちアイドリングストップオフ機能を押してるよとかっていう人がいるんですけれども、この新型ハリアーにおいては最初からアイドリングストップ機能自体が備わっていないので、そうしたね、アイドリングストップオフボタンとかを押す煩わしさからは解放されますね。そして、私、ラブ4の同じくね、2リッターモデル1年間近く乗ってて、で、アイドリングストップしないと燃費ってどうなのかなと思ってたんですけれども、アイドリング中も、エンジン回転数600回転とか500回転とかかなり低く抑えられるので、振動、騒音の面でも、あと燃費の面でも、それほどデメリットを感じなかったというのが正直な感想ですね。アイドリングストップ、好き派の私だったんですけれども、これだったら、アイドリングストップなしでも全然いいかなと思えていたんで、この新型ハリアーにおいても、もともとアイドリングストップ機能がないということなんで、アイドリングストップ嫌いな方にはこれ朗報になりますね。はい。それではちょっと高速の合流なんで、スポーツモードに今しました。それで、ちょっと合流ダッシュ試してみたいと思います。じゃあ、ここから、床までドン。はい。結構乾いたサウンドとともに、ちゃんとスピード乗ってきますね。普通のノーマルモードで加速した時よりも、やっぱり、スポーツモードの時の加速の方が全然鋭いですね。そして、エンジン回転数を2000回転以上に保っているので、どこから踏んでもトルクがすぐにぐんと立ち上がる感じっていうのがあります。そして今、高速をですね、60キロぐらいで流していますけれども、街中で走っていた時よりも、ステアリングの、感触っていうのがね、確実にどっしりしてますね。なんで、これだったらね、高速でもそんな怖くないですね。じゃあちょっとノーマルモードに戻します。そして今、流れに乗って、首都高をゆるゆると走っていますけれども、ゆったりとした乗り味ですよね。ラブ4の時にも感じましたけれども、この新しい、TNGA の K プラットフォームというね、ものになって、先代のハリアーに比べてですね、ボディ剛性は 1.78 倍にまで上がっているということなんで、先代のハリアーはね、どちらかというとふわふわした感じで、接地感も薄くて、ステアフィールも結構スカスカな感じだったんですけれども、それよりもね、もうがっしりと、どっしりした感じになって、ギャップなんかを越えたとき、道路の継ぎ目とかですね、マンホールとかを越えたときにも、ぬしぬしと、押しつぶすような、乗り心地の良さ。重量級の、車が、ギャップをね、ものともせず進んでいく感じっていうのがあってね、乗り心地に関しては非常に良いです。そして、ラブ4乗ってた時にはですね、結構、ステアを切ってからの応答とかですね、高速コーナーを抜けている時の、ボディ、上矢の動きとかっていうのがちょっとワンテンポ遅れてくるような感じがあったんですけれども、それはね、ラブ4がオフロードなどを走る時のためにですね、少し、そういった遊びというかですね、ソフトさを許容している部分もあったのかもしれないんですけれども、ハリアーはですね、本当オンロードの性能に振っているので、こういう高速コーナーというかですね、首都高の結構比較的、タイトなコーナーを抜けていくときも全然怖い感じしないですね。その辺がね、ラブ4と違うところかも。車高自体もラブ4より低められているというところもあると思うんですけれども、そういうね、操縦安定性というか、オンロードでの性能に関して、はですね、ハリアーの方が個人的にはすごく
安定して、感じられるというところは非常に感じますね。いや、それにしてもハリアー乗り心地いいな。いや、普通にいいんですけど、これ後ろの乗り心地とかどうですか？いや、すごくいいですね。全然カーブでも揺すられることがあんまりないですし、これぐらいのスピードで走ってると本当に常に安定感を感じる乗り味ですね。静粛性も高くて会話、そうですね、会話できてますもんね。大声を普通の声で喋ることができるので、すごくいいですね。後ろの乗り心地も良いということなんでね、結構酔いにくいんじゃないかと思います。そうですよね、酔いにくいようなフラットな感じですよね。はい、じゃあ今ちょうどですね、ちょっと渋滞気味になってきたので、ここで、レーダークルーズコントロール試してみたいと思います。ステアリングスイッチの右側にあるクルーズコントロールボタンをこれポチッと押して、セットと押すと、クルーズが、その今の車速から始まります。で、足す引くボタンでスピードを上げたり下げたりしていきますが、今じゃあ60キロに設定して、追従をしていっています。もうアクセルもブレーキも私踏んでいません。それで、車間を維持してですね、前の車についていっています。で、この車間距離も、短いとか長いとか、任意で選ぶことができるので、今中間ぐらいに、メモリ2つにしていますね。3メモリあるうちの2つにして、車間を維持して、走っているところですね。で、本当にアクセルもブレーキも今踏んでないんですけれども、見事についていってますよね。最近のね、トヨタ車のレーダークルーズコントロールの精度ね、むちゃくちゃいいですからね。そして、新型ハリアーには、レーントレーシングアシストというですね、同一車線の、白線と白線の間を読み取ってですね、カメラで読み取って、その間を、中央維持して走ってくれるという機能も備わっています。で、こちらの、レーン維持ボタンを押すとですね、今、手をね、軽く添えているだけなんですけれども、白線の中央を走ってくれていると。で、その白線の中央を走ってるよっていうのはね、この、メーター内とか、あとヘッドアップディスプレイ内に、レーンをキープしてますっていうね、映像が出るようになっているんで、一目見てわかるようになっています。そして前の車が走り出したら、こちらのリジウムボタンないし、アクセルペダルを踏むと、追従が、再開されます。なので、本当にこのステアリング操作だけで、こう追従と減速、加減速できるということで、かなりね、高速道路などでの、疲労緩和に役立ってくれます。もちろん、何かがあった時のために、いつでもね、アクセルブレーキが踏める準備はしておかなければいけないんですけれども、それでもね、この、精度がですね、非常に高いんで、自分で運転するより安全かもって思う時もあるぐらいですね。これはね、本当に一度ね、使ってみると、あ、こんな、今、車こんなに進化してるのかって思えるぐらい、制御がすごい上手いですね。そして新型ハリアーはね、電動パーキングブレーキとブレーキホールド完備していますので、先ほどのように、完全停止まで、制御して停止保持もできるタイプになっています。これが、ブレーキホールドがついていない車だったりとかすると、完全停止した後2秒後に前に進んでいってしまったりとか、することもあるんですけれども、もしくは、時速30キロ以下になるとクルーズが解除されてしまうという車は結構あるんですけれども、新型ハリアーにおいては、全車速、停止するまで、前の車にちゃんとついていって、で、再開も、ボタン一つで、再開できると。停止保持もできるということになっているので、今考えられる、運転支援の中ではね、もうほんと先進的なものがついていますね。そしてさらに素晴らしいのがですね、このレーントレーシングアシストというね、同一車線内を維持して走ってくれるやつなんですが、今も少し緩やかに右にカーブしていっていますが、このようにステアリングがこうクククククッと曲がっていって、これあんまり離していると怒られちゃうんですけれども、でこれがですね、今までの従来の古い車だと、例えば時速60キロ以上じゃないと、こう白線を維持してくれなかったりとかする車が多かったんですけれども、最近のトヨタ車はね、こういう停止ギリギリまでのこういう微低速域から高速域まで、全ての車速で、レーントレースしてくれるということで、これもね、実はあまり知られてないですけれども、トヨタの運転支援、今すごいね、進化してるんですよね。なので、そういう意味でもこう買ってね、
良かったなと思える機能だと思います。そしてこの 12.3 インチワイドの大きなナビ画面なんですけれども、運転する前はですね、これ運転視界の妨げにならないかなってちょっと心配に思ってたんですけれども、実際乗ってみたらね、ちょうどギリギリ、視界には被んないところに絶妙にレイアウトされてますね。なのでそんなに気にならないです。で、圧迫感もそんなないですね。なので、これは単純に大きくて見やすいなっていう感じですね。ちょっと座高が低い人だともしかしたらこう被ってしまう可能性もあるかもしれないですけども、思っていたより全然、視界の妨げにならないので、これは良かったですね。そして、このデジタルインナーミラー、これも確実に、RAV4 とかのものよりも解像度が上がっているので見やすくなってますね。これは確実に今回の、デジタルインナーミラーに関しては普通のミラーで見るよりも見やすい。これはね、進化してる。しかも、録画機能付きと、前方後方の録画機能付きの、ドラレコ代わりのものになっているので、この辺はね、非常にね、進化してるなと。こういうところのね、なんかハイテク装備が進化してると、やっぱちょっとね、新しい車買ってよかったなっていう気分にはなりますよね。これは本当にね、綺麗になったわ。はい。では高速を降りてですね、一般道に、降りてきたので、ちょっとね、あえて狭い道とかを選びながらね、市街地走行してみたいと思います。で、街中走ってる感じではですね、今みたいにコーナーを曲がった時とかでも、ボディがね、ロールしたり揺すられることなく、結構フラットライドですね。まあ、こう、揺れたりしないってことですね。カーブとか曲がった時にも。なので、酔いにくいと思います。後ろに座ってる人。お子さんとか乗せる人は特に、酔いにくいと思います。これはね、結構重要だと思いますね。そして今、ちょっとあえて狭い道を選んで入っていってみますけれども、今回の新型ハリアーはですね、全幅が 1850mm を超えているので、取り回しとかね、心配されている方っていうのも多いかと思うんですけれども、今、このようなちょっと狭い市街地とかを走っていますけれども、意外とね、まあ SUV なんで高いところに座っているので、周囲の見晴らしも良くなってますし、特筆すべきはですね、実はですね、この A ピラーの付け根のところですね。これ、仙台ハリアーだともっと、ミラーがですね、付け根の方にあったんで、ここの死角がすごく多かったんですけれども、今回の新型ハリアーからここに小窓がついたりとかして、斜め前方の視界がすごく良くなってるんで、運転するね、こう、なんだろう、車上感覚もすごくつかみやすくなってます。これはね、想像以上に運転はしやすいですね。だから心配しているほど、取り回しとかですね、駐車場での、こう、まず幅が広いのはね、あるんですけれども、ただ、それを補うようにですね、こちらのハリアーにはですね、パーキングサポートブレーキ、インテリジェントクリアランスソナーという機能が備わっていてですね、このように、クリアランスソナーっていうのは普通ピッピッピッ近づいたらピッピッピッっていうだけなんですけれども、トヨタのね、インテリジェントクリアランスソナーではですね、人とか、自転車とか車はもちろん、動いているものはもちろんですね、壁とか電柱とか、看板とか、そういう静止物に対しても、ピッピッピッと言って近づきすぎたら、緊急ブレーキが作動するという優れものになっています。なので、もちろんね、アクセルブレーキ踏み間違えて壁に突入するようなこともないですし、ね、見えない四角に電柱があって、バンパー擦っちゃったなんていう時も、クリアランスソナーがね、ピッピッピッって言って近づきすぎたらブレーキをね、踏んでくれるので、そういうところでもね、安全性っていうのは高まってますんで、普通のね、大きな車乗ってるよりも、安心感が高いという SUV になっています。といった感じで、新型ハリアー 2.0 リッターガソリンモデルの Z、こちらの試乗ドライブフィール編お届けしましたが、いかがだったでしょうか。個人的な感想としてはですね、いや、よくできてるなと。もう本当にね、やっぱ最新の運転支援、安全装備がついているっていうところもね、やっぱね、これから買う車としてはやっぱ必須な条件だと思いますし、そしてエクステリアのね、かっこよさもよし、内装の質感もよしと、で、後席も広いと。で、運転した感じもですね、ボディ剛性も高くて、ステアのフィールも良くて、
で、後ろもね、酔いづらくて、お子様が乗せても大丈夫という感じになっているので、本当にね、今買う車の中ではおすすめできる1台になってるんじゃないかなと思います。じゃなきゃね、私も自分で買ってないですからね。まあ、私のおすすめの車何ですかってよく聞かれるんですけれども、私の買った車を見てくださいというのが一番いいと思いますので、まあ、私自身もね、買ってる新型ハリアーは間違いなくおすすめできる1台だと思います。まあ、気になっている方はね、7月以降、試乗車もね、各ディーラーさん入りますので、お近くのね、トヨタ系のディーラー、足を運んでみてはいかがでしょうか。といった感じで、あなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。